はい、始まりました。今日は特別な白黒回になりますなんで特別になってんですか僕が白黒全然やらないから今日はカジュアルで、1万円とまではいかないんですが、カジュアルで組みたい時ってあるじゃないですか。ありますね。みたいなことですよねそうはい、の感じで、2万ぐらいで組めるくらいの感じのデッキの紹介になります。はい、はい、今日はアマリアベナビデスアギーレアマリアです。とにかくアマリアさんですね。アマリアさんです。はい、はい、パイオニアでブイブイはしてるアマリアさんですらしいですね。はい、こいつは統率者だと、パイオニアじゃね、統率者だと。パイオニアじゃないでしょ、どう考えたら統率者でしょ。統率者ですよということで今回こいつをはい組んでいただいたと、はい、いうことで、僕は一回能力だけ説明させていただきますと、はい、こいつ2マナです。重要なポイントです、これ。いや、2マナ、重要です。はい。はい、2マナです。2マナです。はい。2マナ2、5法3点のライフを支払う。はい。で、あなたが。5法はね、構築の場合と違って全く役に立ちません。役に立ちません。はい。お守り程度。はい。で、あなたがライフを得るたび、こいつは探検を行うと。で、その後、このパワーがちょうど20であったら、はい。これでない全てのクリーチャーが破壊する。なんか切れちゃうっていう。爆発するっていうね。どういうフレーバーなのかよくわからないんだけど、これ。どういうことなんですかね。でかくなって爆発するっていう。まあ、こいつ、どういう構成になるのか、はい、今回はティームさんにお願いしまして、はい、やっていただくんですが、はい、まず、なんかあれですか、紹介前に、はい、宣言しなきゃいけないことがある。宣言しなきゃいけないことありますね。ありますか。はい。あります、あります。これ、おもむろにですね、こいつ白黒2マナなんで、はい、私に相棒がいますって言って、ルールスを出す必要がございます。はい、なるほど。はい。ルールスも一応能力説明しなくても大丈夫ですかね。大丈夫ですね。はい。ルールスです。一番強い。はい。ヴィンテージまで下がっても強い。なので、まあ、いわゆるルールスコンパニオンデッキということになります。はい、数少ない。はい。はい。じゃあ順番にデッキの構成説明していきたいと思います。はい。当然アマリアさんの能力ですね。はい。ライフゲインすると探検できます。なるほどなるほど。で、そっちじゃなかったらサイズ上がっていくわけですよね。そうですね。はい。なのでまずこの能力から導かれるポイントが2つありまして、はい。まずライフゲインは入れてくださいと。確かにライフゲインをしなきゃいけないですね。とにかく。はい。とにかくしなきゃいけません。はい。あともう1個あって、はい。土地は絞ってください。土地ね、探検するから。探検して土地めくれちゃうから。めくれまくるんで、土地は絞り倒しても全然回ります。一応何枚にしたのか一応言っておきましょうか。一応28になってました。もしもうちょっとマーナファクトを潤沢にした構築、クリプトとか入るようなね、構築にしたらもっと減らせます。なるほど、なるほど。はい。で、順番に説明するんですが、まずライフゲインしていく手段ですね。はい。まあ、これはもちろんいろいろあるんですが、回数を稼げる必要が当然あります。はい。点数じゃなくて。点数じゃなくて。はい。なので、いわゆるソウルシスターズ系。はい、なるほど、なるほど。が一番回数としては稼げますので、魂の管理人とか入れてください。はい。それ以外にですね、ぜひおすすめしたいカードなんですが、領事の権限というカードを。ダークソースにも入ってた。そうですね。これ、白絡みデッキだとほぼ入れてて、それぐらい強いカードなんですが、こいつは対戦相手がコントロールするクリーチャータップ状態で場に出て、出るたびにライフを得るというカードです。これ結構重要で、なぜならこのデッキ、結局アマリアさんとかが殴ってくるデッキなんですよ。なので、急にブロッカー立てられないっていうのは結構重要なので、結構強いカードということになります。また後でですね、アマリアさん爆発しちゃうんで、クリーチャー結構一気に死亡することになります。なりますね。はい。なので死亡誘発の時に一点対戦相手のライフを失わせると、白くよくあるいうカードも結構重要になります。なるほど、なるほど。まあ例えば残忍な巡礼者高割れのエラスとかですね。なるほどね。こいつの場合はましてや出した時の原因もついてるんで。なるほど、そうなんですね。相性としてはかなりいいカードということになります。はい、でライフゲインしていく過程で、アマリアさんのサイズ大きくなるし、探検ガンガンしていくんで、ライブラリ削れていきます。なくなってきますね。どんどん墓地に落ちてどんどん墓地に落ちていきます。墓地に落とすんですよね。もう基本的にはどうしても欲しいカード以外はもうガンガン落とします。全部墓地に落とすと。まあつまり手札は土地まみれになります。なるほど、確かに。なので絞ってくださいということです。
なるほどなるほど。はい。で墓地に落ちてくんで、落ちてったクリーチャーは回収できる手段っていうのはいくらか搭載しておいてほしいということになります。これはルールスを相棒にしている関係上、マナコストは2以下のパーマネントしか入っていないので、例えば救いの手のようなリアニメイト呪文、最近収録された、マナ総量が3以下であるクリーチャーカードをタップインというカードなんですが、こういうのでほぼ全てのクリーチャーは回収できます。出していきますね。それ以外だと例えば発掘なんかいいですよね。いいですよね。いいですね。ルールスを入れてる関係上パーマネントでですね、リアニメイトできるやつがいると、それである意味ループできるというような形になるんで、これ紹介させていただくんですが、不吉な儀式の僧侶っていうやついて、こいつは白黒2マナのカードで、起動で3点ライフ支払って、こいつを生贄に捧げると、クリーチャーカード1枚をリアにできると。なるほど。ソーサリーですけど、というカードですね。蘇生がついてるんですね。蘇生がついてますので、追放されてもよければ、いざとなったら使ってください。なるほど。そういうカードを使っていきます。でそれでルールスで要はそいつを戻してもいいってことなんですよね。そうですね。なのでそしたら何回も墓地から帰ってくることができると。なのでしぶとく戦うことができます。なるほどなるほど。次そうは言ってもアドバンテージどんどん得ていかないと、当然いけないので、この2マナ以下のパーマネントしか使えないという縛りの中で、どんなアドゲンがあるのか、どんなアドゲンがあるのか、ファイレクションアリーナは使えないと。そうですね。ファイレクションアリーナは使えない。ブレイズとかそういうのも使えない。ブレイズも使えない。なるほど。となりますので、ご紹介させていただくんですが、まずはボブですね。まずボブライフゲインしますからね。ボブ強くないですか。だって基本的にマナコスト2個追加しか入ってないんだから呪文は多少入ってますけど、とにかくマナカードがちっちゃいところにあるんで、確かに全然減らない。全然減りません。しかもライフゲインもするし。そうですね。だから全然減らない。いやこれでライフゲインしてるから、ライフ関係ないから。関係ないです。かなり強いです。それ以外にも指輪の誘いっていう。これだいぶ値段下がりまして。そうなんですか。知らないんだ。出た時は1000円とかしたかもしれないけど、今100円とかレベルなんで。これはアップキープ時に指輪があなたを誘惑しまして、クリーチャー1体を指輪所持者として選ぶたびにワンドローしますと。なるほど。2点受けますがと。毎回結局クリーチャーがいれば毎ターンワンドローできるというカードになりますので、そこそこ強いです。これ確か指輪最後までいってもいけるってことですよ。全然関係ない。関係ない。ごめんなさい。指輪はデメリット能力はついてない。それ以外にもありまして、新たなる木の始まりっていうカードなんですが、これはですね、出た時にあなたがコントロールしているクリーチャー1体につき1個のカウンターが乗りまして、なるほど。終了ステップの開始時にそのカウンター1個取り除いてカードを1枚引くと。場に出てるクリーチャーの数分のカウンターが乗ると。そうですね。このデッキには3、4は乗ると。3、4は乗る。で終了ステップの開始時にドローしてで、カウンターがなくなったらこれを生贄に捧げて4点のライフを得ますと。なるほど。ドローを継続してできますし、最後なくなってもゲインできるんで、確かにまた探検できますと。でこれ2マナのパーマネントなんで、ルールスでも回収できます。なるほど。ルールスすごいな。ルールスが強いな。そりゃそうなんだけど、それ以外のところでは言うと、アルゲールの単結ですね。2マナ2点ライフペイでワンドローと。ライフは結構余裕があるんで。なるほどね。確かにね、これ2マナのドロー呪文だと。そうですね。マナさえ余ってれば好きなだけ起動していただいて、なるほどドロー進められるというカードになります。でその後の流れなんですが、基本的にはアマリアさんとそれ以外数体アタッカーいるんですけど、こいつらで殴っていくそういう構成になります。殴っていく構成なんですよ。でライフを失わせつつ、こっちはライフゲインして、殴っていくみたいな。ベースはそうなります。ベースはそうなる。でアマリア以外のアタッカーをご紹介させていただくんですが、アタッカーがいる。一つは祝福されし者の声。まだスタンにいるかな。ギリギリいますね。こいつもライフを得るたびにカウンター乗ってきまして、アジャギの群れ仲間みたいな。で4個以上で飛行と警戒。強いと。強い。10個以上乗ると破壊不能持ちます。いや強い。10個以上乗るとアマリアさんが隣で切れてても確かに死なないということで。確かに。すごいな。もう一体、幽霊議員カルロフですね。なんか一回出てきたな、この動画で。こいつはライフを得るためにカウンター2個乗ります。すごいな。なのでサイズの上がり方は尋常ではありません。で一応2マナでこいつの上から6個カウンター取り除いてクリーチャー1体追放する。いいっすね。この3体でなるほど、殴っていくと。殴っていきます。で途中であまり3爆発しますと。めくれてからどっかたどり着くやろと。そうですね。でこのアタッカーたちを守るためのカード何枚か必要で、例えば心優しきボディーガードとか、
命の恵みのアルセイドですね。はいはい。こいつらなんせルールスで回収できるんです。なるほど。はい。回収できるから。はい。ルールス強いな。ルールスが強いんだよな。そうなんですよ。で、アマリアさん爆発します。爆発するんですね。はい、こう殴ってるタイミングでどっかで爆発するますと。まあ大体ね、爆発するより前にアマリアを処理するっていう展開にはあまりなりません。言うて回避能力も何もない。ただのデカブツなので。確かに確かに。はい。爆発するのは爆発しますよね。爆発します。大体爆発します。なんか爆発した方がいい場面も結構あったりしますからね。そうなんです。むしろ早く爆発してくれってなってる場面って結構ありまして、結果残ります。割と。なるほど。で爆発するんで、そのタイミングで脂肪誘発系のドレインですね。なるほど。はい。っていうのをたくさん誘発させて、まず結構なダメージを与えます。与えますと。はい。で爆発した後になるんですが、基本的にはアマリアだけが残っていて、探検しまくってるはずなんで、墓地がめっちゃ超えてるはずです。その状態から本当のフィニッシャーが降ってくるわけなんですが。なんだろう。例えばアベルヌスからの上昇というカードですね。アベルヌス、バルダーズゲート知らない。バルダーズゲートですよ。これは白鳥神の X で、あなたの墓地にありマナ総量が X 以下であるクリーチャーやプレインズウォーカーである全てのカードを戦場に戻します。すごい。このデッキの場合は2でいいということですね。なるほど。はい。5マナで一応吹き飛んだクリーチャー全て帰ってきます。全部帰ってくるの？はい。全部帰ってきまして、当然ソウルシスターズ系も一緒にいっぱい帰ってきて、大量のライフゲインをして、アマリアのサイズもバカみたいに上がると。いやすごいな。隣にいた復活されし者の声とかカルロフもいれば、そいつらのサイズもすごいことになると。やばいな。いう形になります。なるほど。はい。はい。もう一枚同じようなカードでありまして、戦慄衆の式っていう闘争対戦。はい。闘争対戦のカードですね。これは墓地からクリーチャーやフレンズウォーカーである望む数のカードを対象としてあなたのコントロール下で戦場に戻して、そのマナコストの合計分ライフルールするという呪文なんですが、まず自分の墓地、めちゃくちゃ軽いですよね。軽いやつめちゃ軽いしライフ余裕あるんですよ。確かに。でこれは対戦相手の墓地もいきますよ。やばいぞ。全部アマリアで吹き飛ばしたやつの中でちょっといいものを厳選して釣っていただくと。やばいな。いうことになります。やばいな。はい。強いな。はい。で大量にゲインして。でいっぱい盤面並んで、でフィニッシュすると。そういうことですね。いう感じになるんですかね。なります。はい。うまいことハマってくれれば。はい。でまあ紹介できなかった面白カード何枚かあるんですか。何枚かありますね。まず2枚あるんですが、1つは硬派の保証っていう。聞いたことないんだよな。これはプロテクション多色っていうよくわからないプロテクションを持ってまして、1マナ12、はい、そこはどうでもいいんですが、基本でない土地1つが対戦相手のコントロール下で戦場になるために1点ライフをゲインと。すごいな。一定レベル以上の卓だったら基本土地の方が少ないんで、確かに毎ターン対戦相手が基本でない土地出してくれたら、フェッチ切るとフェッチ切るともっと得られるしね。3回以上誘発するんで。確かにすごいな。で3回探検できる。3回探検できる、すごいな。ということになります。すごいな。一瞬の間に。はい。はい。で、あともう一枚。もう一枚面白いカードあります。心奪われし追跡者ゴラムっていう。もう知らないんだよな。カードなんですが、こいつは2マナです。まあ当然2マナまでしか入らないんで。2マナまでしか入らないね。はい。全幅持ってます。はい。で、あなたの終了ステップの開始時にこのゲームで、心奪われし追跡者ゴラムという名前のクリーチャーから戦闘ダメージを受けた各対戦相手は、このターンにあなたが得たライフの点数に等しい点数のライフを失うと。全然分かんなかったんですが、全然分かんなかったんですが、簡単に説明しますと、どういうことが起きるかというと、こいつ適当に序盤の方で来たら、一日で殴っとくんですね、ペチペチって。で、その間の自分のターンのライフゲイン量って3とか4とかありゃいい方なんで、言うてそんなに食らわないんですよ。確かに確かに。で、なんでこいつそれなのに入れてるかっていうと、アマリアさんが爆発した後の話ですね。爆発した後、大量にリアニメイトをするんですよ。なるほど。さっきのアベルヌスからの上昇みたいなカードで、その時に得られるライフゲインの量って、一気に吸ってくるから、30とか40とかになります。なります。ってことはこいつがダメージを与えていた人は、その30点ゲインとかしたやつを食らわなきゃいけないと。そうですね。
っていう能力なんですよね。そういうことでございます。書いてあるこのフレーバーがよくわからなかった。テキストが全くわからなかった。全くわからないんですが、一応そういう効果でございますので、どっか隙見てペチペチってやっとくと、原因で殺せると。今多分聞いても分かんなかった人いたと思うんですよ。だから対戦してやってる時にこれ説明してこういう能力ですって言っても多分相手分かってないかもしれないっていうチャンスがあるかもしれないんで。いや、まあそうこれねテキスト読んでも確かにねよく分からない。分かったふりになってしまう。そうなのか。まあ起きた時でいいかなみたいな。で結構決まる時もあるかもしれないと。そうですね。はい。面白いですね。面白カードなんで。面白カードなんでね。はい。まあそんな感じでこのデッキの紹介は以上になりますかね。以上でございます。一応カジュアルタクの、5、6とか、そんぐらいちょっとアッパーグラドぐらいで遊ぶ感じのデッキになるんですかね。なります。はい。まあこのデッキに入りそうなカード、他にも紹介できなかったカードいっぱいありますんで、よかったら何かコメントしていただければと思いますんでお願いしますということで、あとチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。今回の動画は以上になります。おしまい。